回の研究テーマはマーメイドのためのシュノーケル術です。あなたはシュノーケルの使い方を知っていますか？そんなの簡単楽勝。本当に簡単ですか？間違ったシュノーケリングによって近年海での事故が多発しています。ここでもう一度使い方のおさらいをしましょう。特に水中に潜る時のシュノーケルの使い方を詳しく解説します。スキンダイバー、フリーダイバー、そしてマーメイド必見です。こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。夏の海でのアクティビティといえばシュノーケルが最近人気ですね。手軽で簡単なスポーツとしてダイビングマスク、フィン、シュノーケルの3点セットが安く手に入るようになりました。でも本当にシュノーケルは手軽で簡単なんでしょうか？先週7月7日に沖縄県名護市で人気漫画家遊戯王の作者高橋和樹さんがシュノーケリング中の事故で亡くなったというニュースが報道されました。こちらの動画でもお話したことですが、近年シュノーケリングの事故での死亡者、行方不明者が増加しています。シュノーケリングはダイビングに比べて比較的お金もかからず、資格も必要ありません。機材も安いです。だからお手軽で安全と思ってしまうんですね。でも警視庁の水難状況に関する資料によると、去年のスキューバダイビングの死亡者、行方不明者は8人に対してシュノーケリングは20人もいます。そう、シュノーケリングの方が事故の犠牲者が倍以上いるんですね。海はプールとは全く違います。波もあるし、有毒生物もいるし、流れもあります。特にライフジャケットなし、ウェットスーツなしで裸眼、両足首を固定するモノフィンで海面に浮かぶのではなく、海中深く潜って泳ぐマーメイドスイムは命の危険があるエクストリームスポーツです。今回はあなたの命を守るためにもぜひ覚えていただきたいシュノーケルの使い方を詳しく解説します。素潜りマーメイドスイム研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をして当研究所の研究員になってくださいね。まず海での素潜りマーメイドスイムについて絶対に守らなくてはならない大原則があります。以下の3つは確実に頭に叩き込んでください。これを守らないと死にます。脅しではなくて本当に危険です。1、一人で潜らない。どんなに泳ぎが上手でもアクシデントは誰の身にも起こります。以前アーティスティックスイミングの世界的に有名な選手がブラックアウトを起こして救助されるという事故がありました。オリンピック出場選手でさえ気を失うことがあるんです。一般人である我々ならなおさら油断してはいけません。バディシステムは絶対です。必ず2人以上で潜りましょう。2、天候・海洋状況を把握。天気予報や波の状況など事前に情報をチェックしましょう。さっきまで空も晴れて海も穏やかだったのに、急に天候が崩れたり潮の流れが変わることもあります。また離岸流が発生しやすい場所、離岸流に乗ってしまった時の対処法などを確実に頭に入れてから潜りましょう。また遊泳禁止区域のスイムは絶対にやめてください。3、お酒を飲んで入らない。特に観光地での海では気が緩みます。私は下戸で一滴もお酒が飲めませんが、常夏の海でのビールは最高だろうなと思います。でもアルコールを飲んだ状態や二日酔いの状態で海に入らないでください。飲酒運転以上に危ないです。そしてそもそも泳ぎが苦手な人、深い水中に潜ったことがない人はスキンダイビングやマーメイドスイム、いわゆる素潜りはやらないでください。いくら浅いプールで練習していても、ぶっつけ本番でいきなり深い海で潜るのは避けましょう。そういう方はあくまでシュノーケリングをしてください。つまりウェットスーツにライフジャケットを着て、浮力を確保して海面に浮かび、海の中を眺めて泳ぐだけ。決して潜ることはしないシュノーケリングを行ってください。フィンの使い方、ダイビングマスクの付け方、これは他の動画でもお話ししていますので、この動画ではシュノーケルについて解説します。これがシュノーケルです。スノーケルとも言います。英語だとスノーコー、ドイツ語だとシュノーセル、
でも日本では一般にシュノーケルというので、この動画ではシュノーケルで統一します。シュノーケルは筒の先を水面に出して空気を吸う道具です。決して水の中で息ができる道具ではありません。そんなの知ってるよ、当たり前じゃないって思うでしょ。でも一度もシュノーケルを触ったことがない人は、これを加えていれば水の中で呼吸できると勘違いしている人もいるんです。実際沖縄のシュノーケリングツアーに参加した時、あるおじいちゃんがガイドの人にそう質問していてのけぞったことがあります。背中にタンクを背負ったスキューバではありません。これは単なる筒なんですね。何か機械が内蔵されているわけじゃないです。透明のシュノーケルだと分かりやすいですね。シュノーケルは単なる空洞の筒なんです。だから潜れば筒の中に水が入ります。それを吸い込んだら当然むせます。シュノーケルによっては波よけという器具が筒の上についているものもあります。波よけがあると波が筒の中に入りにくくなるんです。といっても大きな波がザパーンとかかったり水の中に潜ったりしたら、やっぱり水はシュノーケルに侵入します。あくまで波よけパーツは水が入りにくいというだけで、水が入らないということではないです。水が筒の中に入った時にやってほしいテクニックがあります。それがシュノーケルクリアです。息を勢いよくプッと吹き出して筒の中に入った水を吹き飛ばす技術です。ほら、ピューッと水が飛び出したでしょ。どのくらいの息の強さかというと、オードリーの春日さんいるでしょ。彼のトゥースぐらい思いっきりトゥープッと息を吹き出してください。腹筋を使って一気に思いっきりです。プールや浅い海でわざと水を入れて何度か練習してみてください。浮上した時に肺に残っていた空気で水を吹き飛ばせば海面で呼吸ができます。また海面に浮かんでいる時でも波をかぶってしまったらシュノーケルクリアをします。水が中に入るとこんな音がします。ズゾゾゾーとかボコボコとか、こういう音がしたらすかさずシュノーケルクリア。これは頻繁に行ってください。筒がカーブしているものは息を吹く瞬間にちょっと首をかしげると遠心力で水が出やすい気がします。また筒がまっすぐなものも真上に水を吹くより横向きに水を吹いた方がその水をかぶらずに済むので、私はちょっとだけ首を傾けています。やらなくてもいいんですが、私なりのこだわりです。そしてもう一つ大切なテクニックが息の吸い方です。シュノーケルを口に加えているときは必ずゆっくり息をします。スーハースーハースーハーではなく、スーハースーハー。このぐらいのテンポでゆっくり呼吸をしていれば、多少シュノーケルに水が入ってゴボゴボ音がしている時でも水を吸い込まずに息が吸えます。慌てて息を吸い込んだら水を飲んでむせたりパニック状態になりますから注意してください。ゆっくりと息を吸って呼吸が落ち着いたら春日さんっぽくトゥースと一気に息を吐いてください。シュノーケルの水を排出することができます。先ほど波よけについて言いましたが、シュノーケルの下の方にこんな器具がついているものもあります。これは排水弁と言います。排水弁はシュノーケルクリアをした時に水が外に出やすくなる器具です。肺活量が少ない女性やビギナーさん、お子さんはこの排水弁があるシュノーケルを選んでください。ただ波よけや排水弁があるとシュノーケルがゴテゴテとかさばりますし、このシリコン部分がブラブラするので、素潜りの上級者はこの手のタイプはあまり使わないです。素潜りに慣れている方はこちらのタイプのすっきりしたシンプルなシュノーケルを使うことが多いです。プロっぽくてかっこいいですよね。あくまで私個人の意見ですよ。はい。いろんな器具がいっぱいついているほど値段が高い傾向があって、シンプルなほど安いです。ご自分の力量、肺活量、好みによって選んでみてください。シュノーケルのベストな選び方はこちらの動画で解説しています。初心者向けのシュノーケルはダイビングマスクに固定して使うことが多いです。中上級者はシュノーケルは手に持って潜ります。マスクに固定していると水中で泳いだ時に水の抵抗でシュノーケルがブルブルと揺れて顔に当たったりバランスが崩れたりするからです。
だからフリーダイバーは潜る直前までシュノーケルをマスクに挟んでいたり、潜る時に引き抜いて手に持ち直したり、最初から手で掴んでいることが多いです。ダイバーさんによっては邪魔なので、水中でウェイトベルトに刀のように刺して泳ぐ人もいます。漁師さんみたいでかっこいいですね。私はダックダイブの時は両手で持ってドルフィンキックをして、ある程度潜ったら片手に持ち直して一種の小道具として使っています。マーメイドにシュノーケルはどうしても違和感がありますね。こういうトライデント型のシュノーケルだと人魚っぽいです。このトライデントシュノーケルの作り方はこちらの動画で解説しています。というわけで今回は海でのスイムで絶対に守りたい3原則。シュノーケルとは何か、シュノーケルクリアのやり方、シュノーケルの呼吸法、シュノーケルの選び方、シュノーケルでの潜り方の6項目についてお話ししました。実は潜った時にシュノーケルを水中で口から外す派、外さない派は長年この業界で論争になっています。賛否両論なんですね。絶対に口から外すな派、絶対に口から外せ派、どっちでもいい派、状況、力量による派、インストラクター、ダイバーによって主義主張がバラバラなんです。動画が長くなってしまいますし、この話題炎上案件かもしれないのであんまり話したくはないんですね。ここでは詳細は割愛しますが、私個人はシュノーケルは外した方が良い派です。ブラックアウトした時に危ないですからね。いずれにしても安全にシュノーケルを使うこと、生きて水面に浮上することが大前提です。海を舐めたらいけません。ぶっちゃけ死なないこと以外はマーメイドスイムのテクニックとか美しさとかは大した問題ではありません。100% 絶対というのは不可能かもしれませんが、できる限りしっかりと知識と技術を身につけて楽しいマーメイドライフを送りましょう。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。